皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは、日本の大切なイベントの一つでもあるバレンタインデーについてお話ししていきます。実は今動画を撮っている今日が2月14日、バレンタイン当日なので、皆さんにこの動画をお届けできるのはバレンタインデーの後になってしまうんですけど、でもこのバレンタインデーは本当に日本人にとってすごく大切なイベントの一つでもあるので、皆さんにお話ししたいなと思って今日はポッドキャストを撮ることにしました。で、今日のポッドキャストでは私自身の体験とかですね、私自身の昔話、子供の時の話とか、学生の時の話とか、そういうのもいろいろお話ししながら進めていきたいなって思うので、よかったら皆さんも楽しんでいていただけると嬉しいです。そしてきっとね、日本の文化というか、日本のイベント、日本のバレンタインデーと皆さんが住んでいる国のバレンタインデー、もしかしたら違いがあるかもしれないので、そういうのもいろいろ考えながら楽しんでいっていただけたらいいなと思います。で、もし違いを見つけたらぜひぜひコメントでも教えてくださいね。このバレンタインデーの1ヶ月前ぐらいかな。それくらいになると、結構ね、ショッピングモール、ショッピングセンターとか、そういうお菓子屋さんとか、結構なんかバレンタインデー仕様になってくるんですね。バレンタインデーの雰囲気がたくさん出てきます。なので私もこの前ショッピングモールに行ったら、たくさんの種類のバレンタインデーのチョコレートが並んでいたんですね。日本ならではの抹茶のチョコレートとか、桜のチョコレートとか、そういうのもあったり、他にも子供向けにアニメのパッケージのチョコレートとか、ポケモンとかもそうですね。ポケモンはすごく人気なチョコレートの一つなんですけど、他にも私が大好きな恐竜のパッケージのチョコレートとか、そういう風に可愛いチョコレートがたくさん並び始めるんですね。で、今お話ししたように、日本ではチョコレートをプレゼントするっていうのが一般的です。代表的なんですね。バレンタインデーイコールチョコレートっていう文化があります。で、生徒さんとバレンタインデーのお話をしていると、あんまりチョコレートだけに限られてないというか、チョコレートよりももっと違うプレゼントをするっていう人も結構いたりして、私がびっくりしたことの一つでもあったんですけど、お花を贈る、プレゼントするとか、そんなロマンチックなこともあるみたいで、私はね、それがめっちゃ羨ましいです。日本では花束をプレゼントするとか、そういうお花をプレゼントするみたいなのがあんまりない。みんな照れくさくて、そういうプレゼントはあんまりしないんですけど、やっぱり文化によって違うみたいです。でも日本ではチョコレートが一般的。そして誰にプレゼントするかというと、日本でよくある考え方は、女性が好きな人とか恋人に対してプレゼントするっていうのが一般的なんですね。で、こういうふうに、自分が大切な相手、好きな相手にプレゼントするものは本命チョコっていう風に呼ばれてるんですけど、実際にはこのバレンタインデーは本命チョコ以外にもたくさんの種類があるんですね。例えば、友チョコって呼ばれるものだったり、義理チョコって呼ばれるものとか、最近すごく多いのが自分チョコです。自分チョコ。この自分チョコっていうのは、誰かにプレゼントするためにチョコレートを買ったり、何か、ケーキとか、そういうのを作ったりするんじゃなくて、自分のためにするんですね。
自分へのご褒美、いつも頑張ってる自分に対してプレゼントするっていう意味の自分チョコっていうのがすごく人気になってきているのかなって思います。で、実際に私はお菓子作りが大好きで、よくレシピとかを調べたりするんですけど、やっぱり最近この時期になってきたら、自分へのプレゼントにみたいな感じで動画を作ってる人、自分へのバレンタインチョコみたいなことを書いて動画を作っている人っていうのもたくさんいらっしゃるんですね。でも私は普段からお菓子作りをするので、特別にバレンタインデーに向けて自分にチョコレートを買ったり、自分にお菓子を作るっていうことはしないんですけど、でもそういうふうに日本中で自分のためにプレゼントするっていう人はすごく多いイメージです。で、順番に本命チョコからお話ししていきたいなと思うんですけど、本命チョコっていうのはさっきも言った通り自分が好きな人、恋人、あと、旦那さんとかですね。そういうふうに自分にとって大切なパートナーとかに対してプレゼントするもの、それを本命チョコって言います。で、やっぱり大人になるにつれて、何かを作るっていうよりも、買ってプレゼントするっていうことが多くなってきてるんじゃないかなって思うんですけど、小さい頃とか学生の時は、みんな好きな人に対して何かチョコレートを作る、お菓子を作ったりして、それをラッピングしてプレゼントするっていうイベントがありましたね。これはね、本当に学生時代の私たちにとっては、すごく重大な大切なイベントの一つでもあったんですけど、私もね、今思うと可愛い思い出がたくさんあります。私もね、幼稚園の時、もう5歳とか6歳の時ですね。それくらいの時に、初恋の相手がいたんですね。初恋っていうのは、一番最初に好きになった人のこと。その相手を初恋の相手って言うんですけど、その人に対してお母さんと一緒にチョコレートを作って、子供だったのでやっぱり一人で作ることができないから、お母さんと一緒に材料を買いに行って、可愛いラッピングを買って、家で作って、それをプレゼントするっていうことをしてましたね。今思うとすごくキュンキュンする可愛い思い出なんですけど、でもやっぱり、そういうふうに誰か好きな人に対してチョコレートをプレゼントするっていうのも楽しかったけど、私にとってはその準備が一番楽しかったんです。お母さんと一緒に買い物に行って、どんなラッピングしようかなとか、どんなチョコレート作ろうかなとか、そういうのを考えてる時間が正直一番楽しかったかなって思います。で、学生時代も同じで、このイベントを楽しんでたんですね。特に高校生の時はバレンタインデーは本当に楽しかった思い出で、私のクラスは40人中女子が32人で男子が8人だけだったんですね。なのでやっぱりバレンタインデーになるとほとんどの女の子みんながチョコレートを大量に作って学校に持ってきたんですね。本当にもう一つ一つ可愛くラッピングするとかのレベルではなくて、大きい箱にクッキーとか詰めて、他にもガトーショコラとかブラウニーとかマカロンとか、いろんなお菓子を詰めて学校に持ってきてたんです。で、それをみんなに配る友チョコですね。もちろん本命チョコっていうのもあげる人はたくさんいるんですけど、それよりも私の高校生活のバレンタインデーのイベントは、友チョコっていうのがもっと盛大に行われてました。友達のためにあげる友チョコですね。で、私もその中の一人で大きい箱、可愛い箱にクッキーとブラウニーを詰めて、それを友達みんなに配ったり、他のクラスの人にもプレゼントしたりするなんてことがよくありました。で、それがね、私の高校生活にとってすごく楽しかった思い出の一つなんですけど、他にもちょっと面白かったのが、バレンタインデーの日って本当にみんな、あの、
そのイベント自体を楽しんでるから、私の高校では廊下を歩いてたり、階段を上がったり降りたりしてたら、話したことがない友達の友達とかもみんなくれたんですね。みんなチョコレートとかクッキーとかくれて、それがきっかけで話すようになった人とかもいましたね。今思うとそういう風にできるのって学生生活だけだなって思って、すごく特別な時間だったなって思います。で、もちろんこの友チョコは女友達の交換だけじゃなくて男友達にもあげてたんですけど、こういう風に、恋愛感情としては好きじゃない男の子たち、友達として好きな大切な男友達にあげるようなチョコレートは義理チョコっていう風に呼ばれることが多いんですね。で、他にも会社の男性の上司だったり同僚だったり、そういう人たちにあげるチョコレートっていうのも義理チョコって呼ばれます。本命チョコではなくて義理チョコですね。そういう文化もあるんですけど、実は日本には3月14日に、ホワイトデーって呼ばれる日があります。ホワイトデー。これは男性が女性に対して何かプレゼントをお返しする日なんですね。なので高校生の時とかは、私のクラスの男の子たちがみんなでチョコレートを大量に買ってくれて、それを教壇ってわかりますか？教壇っていうのは、先生が普段いる机、前に立って授業をする机、教壇に大量のチョコレートをずらーって並べて、私たちみんなにお返しをしてくれました。それもすごく大切な思い出の一つなんですね。で、こういうふうに日本では、バレンタインデーとホワイトデーがセットに考えられてるんですね。でも実は最近はこの義理チョコっていうのはなくなってきてるんです。すごく減ってる。今でも学生たちはしてると思うんですけど、大人ですね。会社で働いてる人とか、そういう人はすごく減ってます。何がきっかけかというと、やっぱりコロナですね。コロナウイルスで誰かに物をあげたり、誰かから物をもらったりするっていうことがあんまりされなくなったんですね。そういうのをみんなしなくなりました。なので、これをきっかけに、義理チョコをやめる人っていうのがすっごく多かったんです。で、学生の時って正直楽しいからしてたんですね。こんな可愛い箱にたくさんのチョコレートとかお菓子を作る。で、それをみんなにあげるっていうこと自体が楽しかったから、みんなイベントとしてやってたけど、やっぱり大人になると義務になってるんですね。義務化する。なんかみんな、バレンタインデーだ。作らないといけない。プレゼントしないといけない。そんな風に思う人っていうのが正直たくさんいたんです。なんか、あんまり話さない同僚とか上司とかあげないといけないって思ってる人がたくさんいたんですね。で、私のお母さんも同じことを言ってたりしてたんですけど、なのでみんな実はこっそりそういう考えが心の中にあったから、コロナがきっかけでやめれるタイミングができた。なのでこのタイミングを使ってキリチョコを卒業する人、辞める人っていうのがたくさんいたんですね。なので最近はもっと大切な人に贈る文化、自分の恋人とか旦那さんとか家族とか、自分自身とか、そういうふうに本当に大切な人に向けたイベントに変わりつつあるんじゃないかなと思います。で、私としても結構なんかバレンタインデーのチョコレートとか誰かに何かを作るっていうのは、大切な人に向けてするものだと思ってるので、こういうふうに変わってきてる。日本中の人に少しずつ変化が出てきてる。このイベント自体変わってきてるっていうのは、いいことなんじゃないかなと思います。こんな感じかな。今お話ししたことが日本のバレンタインデーです。
日本のバレンタインのイベントですね。なんかやっぱり調べてたら、そもそもチョコレートをプレゼントしないっていう文化もあったり、手紙を添えたプレゼントをするっていう文化もあったり、女性から男性でもない、なんかお互い交換し合う文化っていうのもあるみたいで、どこの国もね、それぞれすごく素敵な文化だと思うんですけど、もし皆さんの国で行われているバレンタインデーとか、他にも皆さんの素敵な思い出とか、そういうのもシェアしたいなと思ってくれた方は、ぜひぜひコメントを残してくれたらすごく嬉しいです。では今日はこんな感じで日本のバレンタインデーについてお話ししました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。